今回はバリ島北部ウブドエリアの王道観光地と超穴場観光地5選を紹介していきます。まず1つ目は待ち時間ほぼなし穴場スイング。2つ目は約200円で入場できる世界遺産。3つ目は10種類のお茶がなんと無料で試飲、ジャコウネコにも会える大きな農園。4つ目は田んぼの中でローカルフードを食すことができるレストラン。そして最後5つ目は超穴場、人の目を気にせず写真が撮れるウォーターフォール。この5つを紹介していきます。ウブドエリア王道プラス穴場観光地5選、最後までぜひご覧ください。この日最初に訪れたのはここ。待ち時間がほぼなしでスイングができる場所、ウマチェキング。ウマチェキングはウブド市街地から車で約20分北上したところにあります。到着した時間は朝の9時30分です。ここではライステラスを眼下にスイングやジップラインなどのアクティビティを楽しむことができます。料金は入場料プラススイング代で20万ルピア約1864円です。チケットを受付で購入し、いざ入場します。ちなみに1日チャーターした車の運転手も中まで一緒についてきて案内してくれますが、入場料は自分たちの分のみで大丈夫でした。この日、本来はスイングで最も有名なバリスイングに行く予定でしたが、ドライバー曰くそこはめちゃくちゃ混んでて、スイングの待ち時間もとても長いと言われたので、急遽おすすめされたここに予定を変更してきました。ただ、ここも混むときは混むみたいなので、朝早い時間に来るのがおすすめのようです。レストランも併設されているみたいなので、朝食をここで済ませるのもいいのかもしれないです。ただ、レストランの営業時間は調べていってください。ここではスイング用の撮影衣装をレンタルすることができるようです。皆さん真剣に選んでました。同じくここでスイングの順番待ちカードを受け取ります。このカードです。カードの数字が順番待ちの人数ではないみたいです。受付の時にもらった腕に巻いてるバンドの種類で、その人がどのアクティビティを予約したのかがわかるようです。これからスイングできる場所に向かいます。ところどころにこんな感じでフォトスポットがあり、入場料さえ払えば撮影は別料金なしでできます。スイングが奥に見えてきました。皆さん写真を撮るのに一生懸命になっています。写真はスタッフにスマホを渡すと撮影してくれますが、Android スマホでは画面の仕様がそれぞれ違うので、ちゃんと撮影方法をスタッフに説明しないと、僕みたいに超スローモーションで撮られてしまいます。先ほどもらった順番待ちカードはここで提示します。15分ほど待って番号が呼ばれました。スイングをやっている男性は少なく、女性の方が多い印象でした。スタッフの対応が心なしか女性客に比べて冷めているような気もしました。入場料込みとはいえ、この値段は少し高いように思いますが、日本では軽減できないので、ケチらずに体験してみてください。景色は抜群にいいので、とても気持ちよかったです。ちなみに、スイングの値段は他の場所でも大差はあまりないようです。そして続いて向かったのが約200円で入場できる世界遺産テカラランライステラスです。先ほどのウマチェキングからは徒歩3分なので歩いて向かいます。歩道は狭くて少し歩きにくいですが、道路沿いにはオープンエアなカフェやレストラン、民芸品屋などの小さなお店がたくさんあり、とても楽しく散策ができます。3分後、テカラランライステラスに到着です。入場料はここで手渡しになります。到着は AM10 時50分。こちらが世界遺産のテカラランライステラスの景色です。天気がいいとこんな感じで田園の緑色が映えて綺麗な景色を見ることができます。テカラランライステラスの入場料は25,000ルピア約233円です。
バリのたくさんあるライステラスの中でも神の階段とも呼ばれる美しいこのライステラスには諸外国からたくさんの観光客が訪れていました。2014年にユネスコが世界遺産に登録したプクリサン川流域のスバックの景観のエリアの中にこのテガラランライステラスがあります。バリのライステラスは日本の水田と異なり、とても傾斜がきついです。下ったら登らないといけないので、あまり下らずにライステラスの散策を楽しみます。天気がいいと太陽光もきついので、日焼け止めと帽子は必須でした。続いては10種類のお茶やコーヒーが無料で試飲でき、ジャコウネコにも会える農園ウマパケルを紹介します。テガラランライステラスから車で約5分のウマパケルにやってきました。時間は AM11 時半です。入場料はなんと無料。こちらではスイングもできるようですが、高級なコーヒーコピルアクを飲みにやってきました。コピはコーヒー、ルアクはジャコウネコという意味みたいです。コピルアクはジャコウネコが食べた良質なコーヒーの実を消化過程を経て排出した後に収集し、洗浄、乾燥、焙煎して作られます。この農園ではジャコウネコを飼っており、コピルアクを生産しています。訪れた時間はぐっすりと眠っていました。こちらがジャコウネコから糞として排出されたものです。ジャコウネコの体内では消化液が豆に染み込み、豆が酵素によって発酵することにより味が変化します。完全に消化されないまま豆は糞として排出されます。排出されたものはお湯で何度もきれいに洗い流し、余分なものを排除し乾燥させます。数日間乾燥させたものがこちらです。その後、手作業で皮を剥がし、コーヒー豆を採取します。次に採取したコーヒー豆を丁寧に焙煎します。最後に焙煎した豆を細かく潰して出来上がりです。こちらが潰したコーヒーになります。見慣れたコーヒーの粉になっています。この農園では生産したコピルアクを飲むことができます。このような過程で生産されたコピルアクはとても希少なため高級な一杯になります。日本での価格は 100g あたりなんと約4500円から1万円、1杯が1000円単位になるのもあるようです。コーヒーを飲む前に簡単に園内の案内をしてくれます。園内はとても広く様々な植物や茶葉を育てているようです。後ほど紹介しますが、園内で育てた茶葉をお茶にして無料で試飲させてもらいます。コーヒーが飲みたい。ああ、これだ。テイスティング。これレモングラス。レモングラスやパイナップルも育てています。パイナップル？あ、本当だ。赤い。まだ若い。まだ若い。これは生姜？こちらは赤生姜を育てているようです。赤いの生姜。へー。もっと上の味が。もっと上。フレイだ。辛い。辛い。こちらが試飲の様子です。外の景色を見ながらゆったりと試飲できます。右の10種類が無料でいただけるこの農園で生産したお茶やコーヒーなどです。そして左がコピールアク。この農園では65,000ルピア、約600円ちょっとで飲むことができます。コピールアクは日本で飲むよりも断然安いので、バリに来たらぜひ試してみてください。味は試飲してからのお楽しみということで。最後はお決まりのショップに案内してくれます。コピールアクは気になってはいましたが、日本より安いとはいえ、やはり値が張るので、無料シーンで美味しかった生姜で作ったスパイスティーとアボカドコーヒーをここでは購入しました。続いて向かったのは田んぼの中でいただくことができるローカルフード店ベベックジョニーレストランです。先ほどのウマパケルから車で約20分で到着です。時間は午後1時10分。ホテルではがっつり朝食を食べてきたんですが、朝からフル活動していたのでちょうどお腹が空いてきました。こちらはドライバーさんのおすすめのお店です。何かのテーマパークと思うぐらい広いレストランでした。
目の前には田園風景が広がり、開放的で風がとても心地よく吹いていました。お店の中を歩いているだけでもバリを感じることができます。店の名前になっているベベックとはアヒルという意味、ベベック料理メインのお店のようです。店内にはこのような独立した席もあります。本音を言えばこの席で食べてみたかったです。そして僕たちが案内されたのはこちらの席です。団体での観光客が多いイメージでした。こっち？まあまあ景色がいい席に案内してもらいました。これらがここで頼んだ料理です。チキンコルドンブルー10万5000ルピア約987円。ローストチキン12万5000ルピア約1173円。そして最後にフライドバナナ7万4000ルピア約694円です。値段は日本でのランチ1回分くらいの金額です。インドネシアの物価を考えると激安ではないですが、この風景の中で食べられるのであれば安いのではないかなと思います。味よし景色よしのお店でした。最後に向かったのは超穴場、人の目を気にせず写真が撮れるウォーターフォール、アバンガンの滝です。ベベックジョニーレストランからは車で約20分で到着です。時間は午後3時。ウブド観光の最後はウブドといえば滝ということで、数ある滝の中からドライバーさんおすすめの秘境の滝に連れて行ってもらいました。普通の民家の横にある田んぼ道を入って進むと、家の玄関前に受付がありました。料金は入場料2万ルピア約189円です。今から行く滝はこのお家の方が多分管理しているんだろうと思います。滝までは少し距離があるようで、ここからしばらく歩きます。本来はウブドで最も有名なベタな滝カントランポに行く予定でしたが、この日は水田に水を引いていて滝に水が来ていないということで、カンポランポまでの道は封鎖され行くことができませんでした。ということで、どうしてもウブドの滝を見たかった僕たちは急遽ドライバーさんのおすすめの滝に行きました。途中牛がいたり、人工の大きな水槽に鯉がいたり、よそのお家の敷地内を通り抜けていく感じに秘境の滝への期待感が膨らみました。 Google の口コミもまだ2桁台だったので、あまり観光客に釣られていないんだろうと思います。ライステラスの中を進んでいきます。あとどのくらいで到着するか分かりませんでしたが、その不安感と自然の中を進んでいく感じが冒険しているようで楽しい気持ちになりました。まだまだ進んでいきます。そして2分後、田園風景が終わり、急遽下降し始めました。下るのはいいけど登るのが結構大変そうです。3分後、下に行くにつれて道が狭く泥道になってきます。3分後、約10分ほどかかって到着です。こちらがアバンガンの滝です。滝の大きさはそこまで大きくはありませんが、観光客はこちらのカップルしかいなかったので、待っている人を気にせずに写真が撮れました。秘境の中の滝って感じがして、ここまでの道のりを含め自然を満喫することができたので、本当に楽しかったです。そして午後5時、
本日宿泊するホテルに到着しました。最後に5つの観光地のまとめです。午前9時半馬チェキング、午前10時50分手柄ランライステラス、午前11時30分馬パケル、午後1時10分レベックジョニーレストラン、午後3時アバンガンの滝。以上5つの観光地の紹介でした。バリ島のウブドエリアは緑豊かで大自然と一体となり、心から楽しむことができる地域です。神秘的な寺院や美しいライステラス、芸術漂う街の雰囲気はただ遊ぶ場所だけではなく心も癒されます。そして安くて美味しい食事で心も体もリフレッシュ、間違いなしです。バリ島観光を考えている方は大自然の感動的な景色と出会いを求めてぜひウブドエリアを訪れてみてください。この動画が少しでも参考になったらいいねとチャンネル登録をぜひお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。